皆さんこんにちは、しおねるです。今日は山形新幹線つばさに乗って冬の絶景と癒しが広がる銀山温泉へ向かいます。車窓から広がる冬の絶景や車内で楽しむ旅気分、そして情緒あふれる温泉街の散策や夜の幻想的な雪景色を満喫します。皆さんおはようございます。しおねるです。本日はこちら東京駅、ここから山形新幹線に乗って銀山温泉に行ってきます。本日乗車するのは7時12分発山形新幹線つばさ123号新庄行きです。山形新幹線つばさは東北新幹線と連結しながら山形の町へと向かいます。去年の3月16日には新しく E8 系がデビューしましたよね。今日は E3 系に乗車します。東北新幹線の緑と山形新幹線の紫の組み合わせはかなり目立ちますね。東海道新幹線をよく使う私にとっては新幹線が連結しているというのもなんだか新鮮です。山形新幹線 E3 系は凹凸のないなだらかな丸みのあるお顔がコロンとしていてとても可愛らしい印象です。蔵王の雪や山形の県庁おしどり、そして山形県の花紅花をモチーフとした色合いなんだそうです。連結部分はやはりたくさんの人が写真を撮っていますね。山形新幹線は在来線も走るミニ新幹線。車体は在来線の規格に合わせて通常の新幹線よりも一回り小さく作られているためホームの隙間が大きくなります。濃いめの朱色でしょうか。山形県の花紅花をイメージしたパッと目を引くカラーの座席が並びます。ミニ新幹線のため4列シートとなっていますね。座席は黒とのツートンカラーになっていました。引き締まる色合いでかっこいいです。リクライニングは背もたれに加えて座面もスライドするタイプ。これから違う場所へと多くの人を運ぶ新幹線たちを横目に出発しました。さあここから雪景色広がる銀山温泉を目指します。東京駅から銀山温泉最寄りの大石田駅まで約3時間半の乗車です。座席の頭部分は出っ張りが大きいのでとっても寝やすそう。値段は駅ネットで予約して東京から大石田駅間の乗車券と指定席特急券合わせて 12,250 円。山形新幹線には駅ネットの割引特ダネが設定されているので早く予約すればもう少し安く乗車できます。私は1週間前の予約でしたがすでに特ダネ販売分は売り切れていたので急遽行くことになった場合は通常料金になると思われます。座席の幅は広く快適、フットレストもあります。特別感があって嬉しいですね。背面テーブルも大きめで使いやすくドリンクホルダーもあるので私的にはとっても快適に過ごせる車内です。窓側席の足元にはコンセントもありますよ。荷物棚は一番見えにくい奥の部分がガラスになっているので忘れ物のチェックが簡単。いつもは数回ジャンプして確認しているので上を見るだけでいいというのはかなり嬉しいデザインです。読書灯までついています。与野本町駅を通過します。この駅猛スピードで駆け抜ける新幹線を目の前で見られる最強スポットだなと思ったのですがホームにいる人は誰一人として見ていません。皆さんの日常を感じることができました。さあここで朝の駅弁タイムです。定番の鶏飯、
朝ごはんって普段は少ししか食べられないのですが、旅館に泊まった時と列車に乗る時だけはなぜかもりもり食べられます。駅弁を食べながらの旅の時間は格別です。車窓からは太陽に照らされる街を見たり、新幹線のすれ違いなどを楽しめますが、この通り朝の時間帯はちょうど太陽直撃なので、これが苦手な方は CD 席を選んだ方がいいかなと思います。今日は初めて銀山温泉に行くのですが、なんと予約は1週間前に取りました。ずっと行ってみたかった銀山温泉、夏頃に予約しようと思ったら満室で諦めていたのですが、いざ冬になってテレビや SNS などで多く見るようになると諦められず、サイトを覗いてみたらなんと空室が。毎日チェックしてみたら意外と直前でも予約できちゃいます。今回は何回かキャンセル拾いができて、一番都合のいい日に予約できました。いつもは一人旅ですが、銀山温泉は基本的に一人での宿泊が難しいので、今回は母との二人旅。福島駅に到着。山彦号と翼号が連結して運転されるのはここまで。切り離し作業が行われるので見たい気持ちはあるのですが、ここで置いていかれるわけにはいかないのでぐっとこらえます。ホームを眺めていると白いものがちらほらと。ここで初めて雪が姿を見せてくれました。切り離し作業を待ちながら、これからさらに雪深い地域へと進んでいくことを想像すると期待が膨らみますね。福島駅を出発しました。ここから山形新幹線は奥羽本線を走ります。新幹線という名前がついていながらも在来線を走るというのは不思議です。新幹線の高架から降り離れていきます。防音壁もなくなり、身近な風景が目の前に広がると、一瞬自分が何に乗っているのかを忘れてしまいます。ミニ新幹線とはいえ、その堂々たる姿がこんなに民家の近くを走っているというのは驚きますね。空からは雪が舞っているものの、まだ地面はところどころ土色を残しています。どれくらい進めば一面の銀世界に出会えるんだろうと考えていたその時、窓の外は一瞬で白銀に染まり、旅が冬の装いに包まれていきます。こんなにも深い雪景色の中を列車で走り抜けるのは初めてです。窓の外に広がるのは静寂に包まれた白銀の世界。木々も電柱も住宅も雪のベールをまとっています。そんな中を走るいい山系が風景の一部としても美しい存在感を放っているんだろうなと想像すると、なんだか胸が高鳴ります。自分がその一部になっているという感覚も止まりません。そして列車だからこそ味わえるこのスピード感と外の景色がどこまでも続く感覚が旅を特別なものにしてくれます。車窓を眺めながら、ただこの瞬間に身を任せられるのが列車旅の魅力だなと改めて思いました。スノーシェルター内にある駅、
大沢駅を通過。最初は車庫かなと思ったのですが、駅名標があってびっくり。この独特な雰囲気に心惹かれますね。2024年12月1日より休止駅となっているそうです。ここでやっと車内散歩。通路には大きめのゴミ箱が設置されており、その前には縦長の荷物置き場。こちらはスキー・スノボ板用だと思うのですが、大きなスーツケースが縦に積み上げられていました。これは危ないのではないだろうかと心配になります。お手洗いは男性用と男女兼用があり、中は綺麗です。ここには以前は公衆電話があったそうです。あまり利用したことがないので、イメージで利用してみました。洗面所も綺麗で嬉しいのですが、トイレ同様緑色なので顔色は少し悪く見えますね。フックは山形といえばのさくらんぼ模様になっていました。細かいデザインが可愛いです。列車が米沢駅に近づくにつれ、さらに雪が深くなってきました。窓の外はどこを見ても真っ白。雪に埋もれるようにして佇む民家や木々が、まるで冬の絵本の中に迷い込んだかのようです。すごい雪がもう目の前というか、すごい積もり具合。新幹線が走り抜けた瞬間、雪煙が舞い上がり、真っ白な景色にそのスピードの痕跡を残していきます。力強さと美しさを同時に感じさせる光景です。名前の由来ともなっている赤湯温泉が有名ですよね。この駅がある南陽市はワインの産地としても知られていて、美しいぶどう畑やワイナリーも楽しむことができるそうです。視界いっぱいに広がる銀世界の中にぽっかりと現れたのが白龍湖。真っ白な大地の中で凛とした存在感を放っていますね。先ほど赤湯駅で紹介しましたが、こちらが赤湯駅近くの大きなぶどう畑。ビニールハウスや支柱だけが飛び出している場所もあり、いろいろな作物の栽培がされていることがわかります。夏、そして秋に見える風景がどんなものなのか、とってもワクワクしますね。まもなく天童です。天童の次はさくらんぼ東です。天童駅では在来線とすれ違い。新幹線からの車窓だということを忘れてしまいます。さあ、間もなく大石田駅。停車時間は少し短いので、
早めに準備をします。大石田駅に到着。ここは銀山温泉の最寄り駅ではありますが、徒歩では行けません。車で30分くらいはかかるので、宿泊する旅館の送迎バスで向かいます。到着しました。寒い。えい駅の屋根部分は階段になっていて、これはおそらく自由に登っていいんだと思いますが、冬にはこれを登る勇者はいないと思います。ちょっと考えたんですけど、やっぱりね、危険なのでやめました。11時45分頃、出発から約4時間半ですね。ようやく到着しました。こちらが銀山温泉街。あまりの雪の多さに圧倒されてしまいました。さすが除雪のスピードもすごい速さですね。旅館に荷物を預けて、まずは食べ歩きからスタート。すごいつららになってる。生揚げ豆腐、いただきます。外は香ばしくカリッと、中は柔らかく、豆腐の優しい味わいが広がります。足湯もあります。うわー、あったかそう。午前中に到着したので、割と空いている状態で街歩きを楽しめました。こちらはお蕎麦屋さん。全体的にお店は多くないので、お客さんが集中するみたいですね。一面雪景色。なんか思ったより寒くないけど、しかも雪がめっちゃサラサラ。銀山温泉の雪景色はまさに別世界。木造建築が並ぶ大正ロマン漂う街並みは本当に美しいです。午後になると人も多くなってきました。昨今ではオーバーツーリズムも問題になっていますが、入場規制をかけるなどの対策も行われているようです。この日も日本人を見つける方が難しいくらいで、海外からとても注目を浴びていることを実感します。めっちゃ危ない。この先に白銀の滝があるって書いてあるけど進めない。おお、すごっ。なんだ、疎水溝。銀を掘ってたのかな。近くのお店の人に聞いたら、このね、ちょっと道っぽい部分を歩いていくけど危ないから気をつけてとのことでした。おー、積雪量チェック。深っ。おー、細く道になってる。すごい楽しい。なんとなく鎌倉の中にいる感覚。もはや滑り台みたいな。到着しました。見てください、大迫力。凍てつく冬の中で滝が勢いよく流れる音は力強く、
周囲の静寂とのコントラストが印象的です。そんなの、はい。こう行くよ、こう、行くよ。すご。せっかくなのでね、足湯も入ります。よいしょ。最高に気持ちいい。気持ちいい。幸せ。やばい、めっちゃ幸せ。揚げまんじゅう買いました。じゃーん。なんだかすごい賑やかですね。うん。なんかサーターアンダギーみたい。では旅館に向かいます。今回泊まるのは戸籍屋別館。銀山温泉街のど真ん中にあります。お部屋は2階。2間続きの畳の客室はレトロな雰囲気で和の趣を存分に感じられる空間です。部屋にお手洗いはなく、部屋の外にある男女各一つずつの共用トイレを利用します。綺麗で利用しやすかったです。部屋の奥には特別な空間。小自動を開けると縁側風の空間があり、そこからはなんと温泉街と銀山川を眺めることができます。銀山温泉の素敵な街並みをお部屋からも堪能したいと思って川側のお部屋を予約しました。目の前のお宿は富士屋。まだ外は少し明るいですが、ガス灯が灯り幻想的な風景が広がります。じゃーん、浴衣に着替えました。どうでしょうか。今回は初の黄色、これは旅館に備え付けのものなんですけど、着てみました。めっちゃ雪降ってる。窓開けたら、まだ開けるか。入ってきてへんかな。お風呂は少し古めで狭いのですが、姉妹店である銀山荘のお風呂を利用できるのがとっても嬉しい。銀山温泉街、そして旅館からも少し歩くのですが、露天風呂もあり、雪景色を眺めながらの温泉は至福のひととき。湯に浸かりながら降り積もる雪を感じる贅沢はまさに雪国ならではです。あ、誰か写真撮ってた。わあ、めっちゃいい、めっちゃいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいって言ってるあんたから白い風で。むっちゃつららや。山形で採れた旬の素材をふんだんに使った和食をいただきます。美味しい。滞在中はソフトドリンクもアルコールも飲み放題。そして今回の宿泊の気になるお値段ですが、朝夕食付き2名で55,000円。たまには贅沢に温泉旅行もいいですね。
続いてビーフシチューに山形黒毛和牛のローストビーフ、そして南京まんじゅうと魚もお肉もお魚も全部堪能できるのが嬉しい。こちらはカレイの朴葉焼き。香ばしい味噌の香りとカレイの相性が抜群。そして山形はお米が美味しいですよね。尾花沢さんのつや姫。胃がもっと大きかったら白米だけで何杯もおかわりしたいです。ご飯を食べ終えたらここからが本番です。銀山温泉の夜になるとその魅力が一層際立ちます。街並みを照らす柔らかなガス灯の明かりが雪に反射して幻想的な輝きを放ち、まるで大正ロマンの世界にタイムスリップしたような気分。静寂の中で聞こえる川のせせらぎや雪を踏む音がこの特別な空間をさらに引き立て、美しい空間の虜になっていました。旅館の方にお勧めいただいたので、夜の白銀の滝も見に行きます。吹雪でかなり寒いのですが、それでも行きたいとなるくらい近い距離にあるので、寒さも楽しめて嬉しいです。ダウンと長靴も借りられるので気軽にお出かけできます。うわー、よいしょ。旅館に戻ってくる瞬間がこんなにも楽しみなのは初めてかもしれません。ここでしか味わえない非日常感です。私は雪国を雪の時期に満喫するっていうのは初めてだったんですけど、もう本当に楽しくて、どこを見てもキラキラ輝いてて大興奮の一日でした。じゃーん。やっぱり旅館といえばお布団ですよね。ということで、よいしょ。うわーおやすみなさーい。ちなみに翌日は蔵王のスノーモンスターを見に行ったのですが、ロープウェイを楽しんだ後、頂上は真っ白で何も見えないくらいの大吹雪でした。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。